ここから早速ですけれども、告知しておりました通りのお時間ぴったりですね、ほぼ、ライブを始めていきたいと思います。もう早速いきます。今日は今、時代の寵児と言われている話題のタイムレスの篠塚大樹さんのバースチャートを徹底解説するということをやってみたいと思います。で、まずですね、もうめちゃめちゃ面白いの、彼のホロスコープが。ですから練習会で読んだだけじゃなくて、しかもメッセージ性もあるので、ぜひ多くの人に見ていただきたいと思って、ちょっと練習会の内容をですね、有料の給の内容をかなり惜しみなく今からお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。彼のような人が風の時代は成功していくんだなという内容になってまして、だから皆さんも彼のように生きると幸せになるヒントがあるという濃い内容となっております。では、早速なんですが、今日はですね、お二人、星読みナビゲーターの皆さん、ガイアハウスで学んでいる方からですね、お二人来ていただいているので、先にお名前だけでもちょっと自己紹介いいですか？聖子さんからどうぞ。はい、こんにちは。オーストラリア・ブリスベン在住のセイコです。よろしくお願いします。はい、そしてゆきさん。はい、こんにちは。横浜在住の宮島由紀です。よろしくお願いします。はいはい。ではですね、もう早速なんですけど、どんどんいきますよ。篠塚大輝くんのですね、まずバースチャートというものをお見せします。で、これ先生術ね、詳しい方も初めて見る方もいると思いますけれども、ここに成功の秘訣がすべて詰まっているということで、ちょっとこれをお見せしながらお話をしたいと思います。で、まあ知らない方はいないんじゃないかと思いますが、ために言っておきますと、タイムレスプロジェクト、タイプロっていうのかな。これ、私も聖子さんもオーストラリア在住ですが、海外でもネットフリックスで見れるので、もうハマってる人続出、私たちも見まして、なんか久しぶりに日本のエンタメを見て、あ、日本のアイドルってもうすごいなってちょっとこう感動したような内容でした。で、その中でですね、特に一番素人で歌もダンスもほぼできない彼がこうだんだん残っていく姿。なんで彼が残るんだろうということをこう見ながら見ていたら、がぜん興味が湧いてきたんですよ。先生術師としては。何が彼を残したんだろう。じゃあこれを星を読んでみよう。ということで、今日その秘密が、解き明かされていくという感じになります。まずですね、ちょっとこれ見ていただくと、なんか素人が見ても、この辺にだっと集まってるっていうのが分かると思うんですけれども、まず目を引くのがこの蟹座のステリウムで、ステリウムっていうのは、まあ、集まってますぜということなんですけど、私もここまで全部蟹座に集中しているチャートは、ほぼ見たことがない、もうザ・蟹座です。太陽、水星、木星、火星、ベスタ、エコ、全部蟹座です。で、しかもですね、月の位置はわからないんですよ。生まれた正確な時間がわからないから。で、これはお昼の12時で出してこの位置だということは、多分蟹座か、もし蟹座じゃないとしたら双子座だけど、かなり蟹座寄りの双子座です。だからこれも圧倒的に蟹座が優勢のホロスコープということになります。で、まずこれにびっくりしたんです、私たちは。先生術師がなぜびっくりしたかというと、聖子さん、ちょっと説明していただいていいですか？はい、いいですか？はい、蟹座に天体が多いので、やっぱり蟹座っていうと、水のエレメントの性質である感情だったり共感、つながりで、そして蟹座のテーマである守ること、安心安全、そしてちょっと隠れたいっていうね、部分がうん、ちょっと強調されるんですよね。なので本来であれば目立ったりとかすることなくて、なんかこう家族とか仲いい友達となんか小さな世界でこう安心安全な場所をこう楽しむというか、そういうところにこう人生を委ねる風になってしまう傾向があると思います。はい、ありがとうごはい。ざいます。そうなんです。12星座の中で蟹座は一番芸能人には基本的には向いていない。なぜならば、芸能界って表舞台で、蟹座っていうのは表舞台から一番遠いところにある。で、そこに天体が全部いるので、見るのは大好き。アイドル見るのが好き、テレビ見るのは大好き。これがもう蟹座です。でも自分がそっちに行くっていうふうに応募するっていうところになるっていうのがちょっと信じられないわけですね。
しかもですね、しかもここにアスペクトというのがありまして、ちょっと太陽にあるアスペクト、ゆきさん読んでいただいていいですか？はい。太陽、蟹座太陽のアスペクトにはですね、すごく大きな影響力のある天体、トランスサタニアのサポートが実は一つもなくって、唯一いいのがセクスタイルでハイジアとかプシケという小惑星のトラインがあります。で、このプシケとハイジアがトラインしていることで、太陽の蟹座がうまく使えているというか、輝き始めたことが、ホロスコープから読み取ることができました。はい、ちょっとそこのところは後でまはい。たね、説明しますが、まず太陽のアスペクト。これはスクエアがほとんどなんです。そこのところをね、ちょっとサポートすると、普通太陽にどんなアスペクトを取ってるかって見るわけですけど、スクエアしかないんですよ。普通に西洋先生術で見ると。しかもトランスサタニアンが1個もない。ということで、これはこれまでたくさん芸能人の方見てきてるんですけど、藤井風さんとか大森元樹さん、ミセスグリーンアップルの、これ、この間も藤井風さんも出しましたけど、真逆で神様に守られている、宇宙に守られている、もう生まれながら天才的なものを持って、もうラッキー運の塊みたいなチャートだったんですけど、その太陽が全部スクエアでトランスタタニアンがないということは、ラッキー運一切持っていないっていうチャートなんです。なので、これがすごく驚いちゃったわけですよ。あそこで素人の彼がタイプロでっていうのは、もうラッキーだったんでしょって思うじゃないですか。で、聖子さんの推しの原くんみたいに、ジュニアで何年も苦労してきた人に比べて、一発で人生を変えるって、これシンデレラボーイじゃないですか。だから、絶対にカイトとか持ってると思ったんですよ。あまりにも何もないんです。ということで、じゃあどうして彼は今回のチャンスを勝ち取っていったのか。これをもうちょっと読んでいきたいと思います。で、彼の太陽に、ここからなんですけど、唯一ポジティブなアスペクトは、お牛座のハイジアと乙女座のプシケっていう小惑星なんですね。なので、彼、西洋先生術だと小惑星を見ないから、それで見なければ、どう考えたって、もう普通の地味な人生を送るとしか読みようがないんですが、ここで小惑星を見ると、がぜ話が変わってくる。これが私がいつも小惑星を読むと人生の可能性が見えてくるよっていつも言っている理由なんです。で、ちょっとここの今言った乙女座のプシケ、それからお牛座のハイジャーについては、聖子さんにちょっとお話をしていただいていいですか？はい。では、乙女座のプシケと、牡牛座のハイジャについてちょっとお話しさせていただきたいんですけど、乙女座のプシケというのは、やっぱり人生の課題を全て自分で解決して、真面目に取り組むことで、こう、成功を勝ち取っていく力があると言われています。で、まさに本当に、この篠塚君、そういうふうに自分でもう、なんか毎週毎週、課題が、新しいダンスのね、課題が、出てきたんですけど、それをもうなんか本当に泣きながら陰で練習してたウミガメのようななんだったっけ、よく忘れたんですけど、風磨君がよくコメントしてたんですけど、カメラクルーの人が本当に彼の練習風景を撮るのが困難で、彼は本当にカメラから隠れてこう誰にも見せないでカニさん、そういうところがなんかこのひたむきなプシケとかカニ座とかにちょっと関係すると思うんですけど、大志座のハイジアはその純粋なソウル争わずに素直に受け入れるっていうなんか力を示してますね。本当になんか純粋な気持ちでもう前に前にこうみんなについていこうっていう気持ちですけどね。はい。そうですね。はい。大丈夫ですか？で、はいはい。はいはい、いいですか？私。大丈夫ですはい、か？どうぞどうぞ。はい。はい。はい。で、カニ座の、セクスタイルとはお互いトライン。で、土と水のエネルギーがカニ座独特の、本当に可愛らしいというか、好感度を持って生まれた魅力と、努力と素直さ、真面目さを持って課題を一つずつクリアしていく、達成していく姿っていうことで、やっぱり彼は天才的な資質とかではなくて、もう努力をして、勝ち取っていったっていう、そういうところが、ここからも読み取れると思います。
そうですね。だから乙女座じゃない、太陽に何もないスクエアということは、輝く芸能人になるのは普通難しいんですけど、小学生見ると、人生の課題を全部自分で解決して、できなくても取り組むことによって成功するっていう乙女座の知識を持ってるっていうことと、今言ったように、純粋、すっごい素直っていう大石座の配置や2つ持ってて、この2つだけは太陽にものすごくいい角度で上がっているから、つまり、すごく純粋に努力して、これ教えてください。どうやってやるんですか？こうですか？って言われると、その通りやってみます。もう可愛いじゃないですか。どう考えても教えてる方からしたら。で、蟹座ってもう可愛いんですよ。で偶然このお二人蟹座ですよね、確か今日。違います？蟹座生まれ。だから、カニ座って、この2人も可愛いんですよ、本当に。だからつい私も可愛くて、こう一生懸命教えて、こうつい、だから本当に上が面倒を見たくなるっていうか、助けてあげたくなる、どうライブに出てみないとか、本当にしたくなるカニ座のこう独特の可愛らしさもあって、上に登っていくよというのがあるわけです。で、その可愛いカニ座には他の天体もあるんですけど、ゆきさん、ちょっと他の天体何があるか話していただいていいですか？はい。他の天体では、行動力の火星と、あと拡大の木星と、あと、メッセージ性のベスタに、心の声を聞くエコーが入ってます。うん、そう、これが全部、今言ったテーマが全部カニ座だから、つまり自分でも気がついてない部分とか、私たちにまだ見せてない、もう一つの隠している本、ね、カニ座って隠れるんですよ。隠された本当の姿を多分持っています。まだこの火星とかも。エコーも。で、火星とエコーが重なると、心の声っていうもう一人の自分がいるっていう可能性、先生術では高いんですよ。火星とエコーって正反対なのにくっついちゃってるから、自分でも知らないもう一人の人がいるんですよ、彼らの中に。なので、これはここから多分動き出すんじゃないかと思います。で、どうしたらこんだけ蟹座が強い人があのオーディションに出てきたのかっていう、そのきっかけとなっているのは、獅子座の金星とパンドラです。ここなんですけど、蟹座ばっかりと思いきや、ちょっとここに火のエレメントがあるんですね。蟹座がここまで強いのに、彼がオーディションに投稿しないの、蟹座は。応募したわけじゃないですか。それは間違いなくこの獅子座の力なんです。で、蟹座ってアイドルにはまりやすいんですよ。ね、聖子さんもそうですし、ゆきさんも推しがいるように、アニメとかもう全部投影して、真似をして自分の人生に、で、そこもすごくいいところなんですよ。蟹座のね。なので、彼はオーディション、アイドル大好き、ハマりやすい、見ている。で、なぜならば自分を投影することができるキラキラした存在。それがあるだけで満足なんです。自分は向こう側に行かなくても。でも、獅子座は自分がテレビの向こうで演じていたいんです。だからそれを持ってたんだけど、蟹座の方が近いから全部抑えられていたんです。でも人生で数回先生術では強いものよりも弱いものが出るっていうきっかけがあるんですね。それを出さない人が獅子座の、パンドラと金星持ってても一生応募しません。でもそのタイミングに気づいた人はその時だけやる気が出るんです。これが先生術の面白いところなんです。だからセッションに来た時によくもう今年やらないでいつやるのみたいな話をよく私もねさせていただくんですが、ちょっとそれをマル秘テクニックですけど皆さんに教えちゃおうかなということで、天体ロックされてます、彼はね。蟹座に、この獅子座は。このままでいくと永遠に出ない可能性があったんですけれども、ご存知のように、彼は今、世界中、日本では少なくとも人気者です。獅子座で今動いてます。何が彼にあったんでしょう。この金星とパンドラが獅子座にあることを彼は思い出したんです。でこの突き破るような衝動を一瞬察知したんです。普段圧倒的な蟹座に抑圧されていても、獅子座的な自己表現したい、僕もアイドルやりたい、有名になりたいという欲望が呼び起こされるタイミングっていうのが先生術であるんです。
教えちゃおうかな私たちのクラスのマル秘テクニックですけれども、それがですね、パンドラ。パンドラっていうのは抑圧していたものほどあっという間に解放される鍵なんですね。それを示すんです。で、篠塚さんの人生における大転換期は、この金星パンドララインから開かれていったんです。なんで、ちょっとこれ皆さん、これバイオリズム表なんですよ。これ、タイプロの頃、タイプロから今にかけて、彼の人生、大きな周期で見ると、2024年後半から2025年にかけてのバイオリズム表なんですけれども、これね、ちょっと見方は詳しく説明しますが、唯一重なってる、ここ分かりますね、19、19。獅子座の19、内側が彼のネータルチャート。このパンドラになんとバイオリズムの火星が一瞬重なりました。1回だけ。この時期に獅子座のパンドラに火星が重なったので、この時期を逃したら彼の人生は変わらなかったんですが、ここにちょうどタイムレスのオーディションがあった。これまで蟹座的にアイドルを見るのが好きだった彼が急に、あれ、あっちにもって一瞬だけ思ったの。その時に多分募集したんです。で、ここはちょっとタイプロワッチャーの聖子さんに、この星読みしてたら、そうなんだよ、マキさんって教えてくれた彼がどうして応募したか話聞いていいですか？ああ、はいはいはい。あれからもう一回、ちゃんと調べたんですけど、彼は3分前に、応募締め切りの3分前に出したそうです3よ。分3分前、確かラジオかなんかで私聞い本当に。てて、それでうん。他のメンバーの人が、応募締め切りの寸前だと、LINE というか、サイト自身がパンクする可能性があったかもしれないのに、それがうまく通ったっていう。なんかどっちも奇跡だなっていう話をこうラジオで聞いてみんながおーってなってたというねで、なん話があかるんです。友達と見てて、友達と勧められてっていうのを聞いたんで、まさにこう素直に人の話を聞くっていうのと、多分こうやって見てて、いつもはアイドル好きだなですよね。でもパンドラと火星がピンって彼の中で入ったので、急にスパークルして、あれ、俺このオーディションに出なきゃって多分意思を持って、ギリギリ多分申し込んだんですよ。彼が今そこでしなければ、このパンドラは開かないまま多分人生で終わってたと思うんです。で、もう一個ですね、トランジットっていうのもありまして、これね、トランジットで頑張って外に行きたいとか、自分の欲望みたいな、エゴ的なものっていうのは、エロスっていうものが表してるんですけど、彼、生まれた時のエロスは魚座なんで、やっぱりここでも控えめなんで、別に自分が目立とうとしないはずなんですが、トランジットでもう皆さんご存知のように土星と海王星が海王星は180何年ぶりにこの彼のエロスに近づいていたんです。だからこれもあって秘めていた情熱が急にエロスが動き出した。見てる側じゃなくてあっち側に。しかも、ちょっとこれで見ると、もうどんどん話は専門的になりますが、セレナリターンだったんですね。これ、セレナっていう小惑星が、バースチャートのセレナと重なってるタイミングタイプロで。セレナって人生最大の成長期。セレナとセレナが重なってる時にすごい成長するから、それが1歳の時の人だったら、なんか1歳なのに天才児みたいで、でもその後大したことがないみたいな、あるじゃないですか。もうセレナの。だから彼は一番成長する時期も重なったから、タイプロの間でしっかりと真面目さもあって練習して、歌も踊りも上手くなっていった。それが本人の選択と星の流れが一致すると、こういうことになるということです。で、もう一個ちょっとエレメントも面白いんですけど、ゆきさん分かります？彼のエレメントってどういう偏りがあるか。彼のエレメントはもう、本当ザ・カニ座でもう水のエレメントが一番やっぱり多くって、うん、なんて言うんでしょうかね。ないエレメントがありますよね。ないは土のエレメントです。そうなんです、そうなんです。で、そうなんです。そう。で、だから、土のエレメントが一つもなくって、カニ座で水のエレメントがやっぱり多いので、カニ座特有の可愛らしさとか、なんか人に好かれる、持って生まれた魅力とか、なんかそんな、うん、魅力があって、そんなところがまたそうです。目上の人にね、一目置かれる魅力だったんじゃないかなと思います。そうです。特徴はです、西洋先生で見ると、土ゼロなんです。土ゼロですよ。なんで、
普通、努力家で頑張り屋だったら、どうしても頑固さっていうのは出てくるじゃないですか。僕こんな頑張ってるのにって。なのに彼は、頑固さはゼロ。なんで、普通に素直に全て教えられた通りに、素直に聞ける。しかもカニ座で可愛い。典型的なカニ座の顔だから、あの顔。超可愛い。推しになっちゃいそう。本当に。読めば読むほど。だからそこがいいところへ出ましたね。で、しかもですね、彼、風もほとんどないんですよ。で、風は土星だけなんですよ。ということは、普通、風なくて、風が土星だったら、そんな頭良くないっていうふうになるんですね。風っていうのが左脳の力だから、なのに彼、一橋じゃないですか。だから、これも努力の土星で頑張ったんだと思うんです。勉強しなくてもできるタイプの人じゃなくて、やっぱりこれもやろうって決めて努力して一橋に入った人だというのが分かります。で、蟹座の彗星がね、水亀座の天王星とパラスっていうものとトラインしているんで、これはもう観察力とか分析力とか模倣力、真似する力、素直さ、全部を天王星だから人生を変えるときに、自分の人生を改革したいときにそれらの力を発揮する。で、学んだものを全部自分のものにして見違えるほど成長するっていう底力は持っていた。こんな風にして一人の大学生が一夜にして人気者になるっていうストーリー。実はこのストーリーって占星術ではある天体で見るんですよ。ペリセポネっていう天体。ペリセポネって一夜にして女王になった女神の天体なんですね。で、そこでも見ると彼のペルセポネは天秤座で海王星とトラインしてるので、一人では無理だった。なので彼はソロアーティストのオーディションでは受からない人。グループの中の一人として光る人。天秤座だから。なので、グループの中に彼がいてくれたらいいなって思うんです。オーディションする側は。なので、そのピースもハマった。この前に菊池風磨くんのやったんですよね、ホロスコープ。瀬古さん覚えてます？風磨くんって覚えてます。人を育てるのがこう好きっていう風なチャートだったと思うんです。なので、まさに本当に風磨くんが求めていた、こう、誰かを育てたいっていう人の中に、多分、篠塚くんがすごい、ドンピシャでハマったんだと思います。多分ね、知らうん、ないけど、多うん、分、風磨くんが気に入ったんだろうなって感じがする。うもう、風磨ん。くんって人を育てることにすごい喜びを感じるから、その育てることができなかった時期よりも、今がすごい楽しいと思うんですね。だからこれ全部うまくはまったっていうことですね。で今回ラッキーボーイのシンデレラチャートをみんなで読みましょうって思って開けてみたら、全くそうじゃなくて人間的な魅力で蟹座のステリウムと獅子座のパンドラの力を最高の今しかないタイミングでパンと3分ギリギリでしたね。瞬発的にチャンスを逃さずに一歩踏み出すっていうことで、プシケ、最初に言ったように自力で、彼も完全に自力で勝ち取った姿っていうのがここに見えて、なんかこれを見て私ハイパーアスペクトをよく見るからね、芸能人のって本当にハイパー多いんですよ。こんなにハイパー何にもない。普通どころか、普通の人よりも本当にすごい見て、このシンプルな何にもハイパーがない細い選手がなんかかわいそうなぐらいのこのアスペクトで、よく彼はここまで頑張ったと思うと、なんかみんな自分変われるよっていう勇気をもらえると思うんですけど、聖子さんこれ見てなんか感じたことありますか？そうですね。本当なんかタイプを見て、このチャートをこう見させてもらうと、本当に彼は努力を惜しまない人だし、その自分がやってることに対してすごい信じる力を持ってるんだろうなって、その結果はどうであれ、こう自分が好きでやってることをこうやることで、本当に周りにすごいいい影響を与えたんだろうなっていう、それはすごいあります。というのそうです。も、今本当に努力ってダサいとかって言われてるじゃないですか、若い人確かに。の間で。うん。努力しましたなんて、みたいな感じでよく若い人は言うんですけど、一緒に働いてる。うん、でも彼はなんかそういうところをもう一回見せてくれて、全部見せてくれましたよね。うん、
なんかそゆきれがさんはどう素晴らですか？しいなと。ゆきさんはい。何かありますか？これ見て。なんか同じ感じでちょっとときめきながらいますけれども、あの、やっぱすごく素直で、うん。本当にその自分の心の声にもすごく正直に反応したんだなと思います。だからその心の声にちょっと蓋をしちゃうんじゃなくって、やっぱちょっと心の声も聞いてみるっていうことがとても大事。それを大事にするっていうか、信じるうん。ということ。そして自分がそうやっぱりですね。やってきたことを信じるってことは本当大事だなと思って、チャート読みました。はい、ありがとうございます。やっぱり何よりもこれが伝えてくれるのは、みんな自分が好きでやろうと思えば、その特別な才能がね、例えばバレエを始めました。なんか最初から体が柔らかいことがいるじゃないですか、バレエ始めた時にポーズが綺麗な子とか。彼はそうじゃないけれども成功したから、自分が本当に好きだったら、そのパンってできなくても、とにかく努力して学び続けていたら、必ずゴールにたどり着けるということを多分本当に、それを私たちに教えている。だからみんな彼がこの流行ってるんだと思うんです、今、タイプロは。それを見せられたから。でゆきさんも聖子さんも私も先生術別にもう見ただけでサイキック能力で何かオーラが見えてエンジェルがあなたのみたいなじゃなくて、地道に毎週毎週毎月毎月こうやって先生術練習会で練習してきて、で読めるようになって今こういうことで喋ってるんですよ。だからどんな人でも私才能ありますかってみんな聞きに来るけれども、あんま関係ない才能とか、頑張れば必ずいけるっていうことを教えてくれたんじゃないかと思います。で、これですね、私が今回彼を取り上げようと思った理由の一つも、どんなチャートなんだろうと思ったのもあるんですけど、日本のがこっちでもちょこちょこ見れて、まずタイプロで、あれ、こんなに歌下手な子が、歌はちょっとわかんないけど、ダンスが下手な子がこんなに上手くなっていくんだって見てちょっとびっくりしたのもあるし、なんかたまたま見た私がね、日本の番組がこっちで30分のやってて、あの、ボーディングで、ボーディングをタイムレスメンバーでやるっていうやつだったの。で、彼は1投目ガーターだったんですよ。で、みんなうまいじゃないですか、ボーディングなんて男の子。したら、生まれてやったことないんですって彼が言ったんです。で、また同じじゃないですか。彼だけ何もやってない。でも、30分番組の中で、彼は最後ストライクが出せるようになったんですよ。まあ、30分番組でも30分以上やってるでしょうけど、でも、全部観察して、どうやったらストライク取れるんですか？僕、観察します、分析しますって言って見てたら、ガーターからストライクになれるんですよ、1日で。だからそれも見ていて、この能力ってすごい。最初から何かできるよりも、何もできなくても、努力で全部できるようになる能力の方がひょっとしたらすごくて、これってさ、日本人の人いっぱい持ってると思う。努力家じゃないですか、基本的に。日本人って星座で言うともうほぼみんな蟹座みたいな。蟹座か乙女座かみたいな。なので、ぜひその力を皆さん信じていただきたいと思います。ということで、今日はちょっとタイムレス篠塚君のチャットも読んでみましたが、今後もこういうふうにしてですね、練習会で読んでるんで、また出していきます。なんかこういう有名人のやってほしいというリクエストがありましたら、コメントに書いておいていただくと、採用ね、させていただきますので、ぜひコメントもお待ちしております。では、ここまでです。ありがとうございました。